それ使うのどこから始まる感じですか？あ、もう今始まってます。ホットケーキの計量で卵白と卵黄をスタートに計量してます。1月ぐらいから5月いちごが旬な時に出したんです。ボールお願いします。仕事の流儀だよね。パンに塗るいちごジャムまずいでしょこれ。ありがとうございあ、ます。生地につけようぜ。違う。あーじゃないですか。ありがとうございます。さっき言っていただきます。全然違う。全然違う。美味しい。このジャムとさ、瓶に入れてるジャムってまた違うよ。
なってるね。200だっけ？ 200です。よかったらありがとうございます。いただいてください。うまくこれがカスタードクリーム。いただきます。これあれね。ちょっとカスタードクリーム。美味しい。甘ったるくないですね。美味しいですよね。うん。チャンキも200だっけ？4つだから。あ、ボンボンショコラのジャムって。あ、一緒だよね。一緒か。見てないね。ちょっとわかんないんですよ。しないよ。それ酸素。はい。全部使います。あ、全部使います。ロールケーキのこれ今いちご入ってますけど、季節によって中変わるんですか？生クリームとカスタードだけの時もあるし、あとコーヒーと栗のロールケーキ。OK。これはいちごのシロップを生地に染み込ませてます。これもいちごのジャムです。いずれ自分のお店持ちたいとかそういうのあるんですか？どうですかね。最初は思ってましたけど、やっぱりみたいなっていうのはありましたけど、いろいろ足りない部分がそこができてからですね。
じゃあ寒いですね。交差しない。休憩しなかったら工藤さん休憩できない。そうなっちゃう。職人だね。休憩なし。仕上げやるんだよ。ああいうとおっしゃったやつかな。いやすごいよあれ毎日やって。あるみたいなんでまだまだ。何分ぐらい混ぜるんですか？あと5分前後ですね。今日さストアーズ入ってるって言ってなかった？勉強したんすか。すごいよ。さすがですよ。あと抹茶ちょっとだけ入れといて。抹茶が足りない。シャンティーであれしかない。あんこ。これはカスタードと生クリームを混ぜてるクリーム。
このティラミス見たことがいいです。バランスがいい。白石さんそれはあなたの感想でしょうけど、それはいろいろ聞いて持って2個ってやつです。いりますそんなに。大丈夫ですか。これはプリンのキャラメルです。いい感じです。マティロホルっていうチョコを使ったチョコケーキです。あ、すいません。そうなんですね。綺麗じゃないな、これ。温度が高い。ジャパンケーキショーっていう味覚審査の作品で賞を取った代表作っていうか、そんな感じの商品です。いつも違うよね。緊張しますよね。緊張する。いつも手先してるもんね。本当ですね。変顔してるじゃん。してないでしょ。人入らないですもんね。調子やめてください。ね。すげえ緊張する。緊張しないといつも緊張しないんですよ。いや、嘘だよ。緊張するよね。ショコラを1個ずつと、あといちごロール2つもらおうかな。どうします？一緒に入れた方がいいか。
もお先でした。ご苦労様。またお待ちしております。お待たせいたしました。あ、これアーモンドパウダーと粉糖です。いや、それも早くしとんのかな。これ何度とかって115度です。煮詰めたシロップを卵白の中に入れていきます。いい感じのピンクです。これ結構力仕事。やってみます。やっぱり混ぜられる。え、そんなにですか？動かないですね。ちょっとやってみたい。いきます。無理だ。硬いですまずくします、これおかし。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。硬いんですけど。ちょっと想像以上に、硬いですね。はい、もっとゆるゆるかと思った。まずい。それちょっとわかんないな。どんどんピンク色になるんですね。メレンゲの色がどんどん馴染んできます。生地を練るボールのヘリっていうかよくやるんですけど、マカロナージュで検索したら出るんですけど、うちの店にはマカロナージュはやらない。それがポイント。マカロナージュは絶対にしない。へー。お店の名前マカロナージュ。お店の名前はマカロナージュ。やらない。はい。じゃあこれを入れていきます。生地を薄くしてる感じです。これで完成です。ストールにさっき新しく出してたんですか？一緒に入ってこれ茅ヶ崎の小林園茶葉を使用したサザン抹茶のマカロンラスクってです。しっかり抹茶のね風味が口いっぱいに広がりますからね。面白くありがとうございます。食べてみてマカロンとの違いを。サクサクしてます。そうなんです。マカロンの生地とか材料は一緒なんですけど、一回焼いて乾燥させてしっかり水分飛ばして乾燥させてこういうクッキーみたいな食感に仕上げたものですね。こっちだと結構日持ちとかもするんで、お土産とかに買われるお客様が多いですね。しない。お疲れ様です。
ゆっくり動画撮ってんだからはい。見せるんだよ。邪魔。いや邪魔じゃない。スタンバイ準備で、マカロンはこの中身空洞じゃないのがいい状態ですね。よく空洞のやつがあるんですけど、それはあんまり食感が良くなくて甘くなりがち。違いを多分ありがとうございます。またもらいました。いただきます。いただきます。もう茎入れた瞬間違う。本当だ、もちもち。ね。うまっ。全然違いますね。はい。やばいかな、ちょっと。いけるかな。その時の祝ってもらうお客さんが喜んでもらえるような仕上がりがしてると思ってます。美味しいよ、心に届いてる。最初からね。280やっぱヤクさんやっぱ乗らないといけませんよ。こっちが打ち込みたいよと言われてもね、少ないんだ。これは真ん中。なんか。言ってたよね。美味しいスイーツを作ってお待ちしております。3種類あるから。人に言っといてね。自分が一番買ってるやつが。
入ってくれたんだけど。27.5。よいしょ。はい。どうする？これ半分になる。どうここです。あったんだよね。いいかもね。1時まで。結構力いりますよね。何回も繰り返して結構くるよね。人に言っといてね。自分が一番ガチガチになってる。こんなんじゃないよね。珍しいね。ナミさん。これで今発酵させてる。そうですね。加湿と一緒にこう温度上げていってこうさせる感じですね。皆さんすごい仲とてもよろしいですよね。午前中午後終わる発酵が終わり次第もうずーっとこねて発酵させて揚げて出すっていうのをずーっと繰り返して回してます。夜の10時とか9時ぐらいまでずっと揚げ続けるんですけど、最低1200ぐらい。1200。こ
3種類あるからさ。大きさも結構自由にできるんで、3センチ四方からもう20センチ直径ぐらいとかまで全部対応ができます。個人の方でもこういうの作ってくださいって言われたら作る。そうですね、多いですね。子供の誕生日にこう子供が電車が好きだから電車のチョコレート作れるとか、大丈夫ですよみたいなで結構作る。これベルギーだったらつければいい。あっちの骨の方もすごい静かだもん。もともと全然違う仕事をしてたんですけど、あるタイミングでドーナツ
の、製造とかそういうのに携わる形になって楽しそうだなと思って美味しいとか可愛いとかっていうドーナツを作ってちっちゃい子とか大人の方に喜んでもらえたらなと思って始めました。ドーナツみんな手作りしてるのでみんなが楽しく手伝って前向きにやってくれないと成り立たないので、そこは雰囲気作りは気をつけていやいやじゃなくて楽しくてみんな美味しいドーナツ作ろうっていう気持ちを込めて作ってもらうような、職場作りは心がけてます。ドーナツの一応キャンパスと見て、それで可愛い季節の、クリスマスとかバレンタインデーとか、子供の日だったら鯉のぼりのチョコレートプレートつけて5月5日だけ出すとか、そういうの他にない可愛くて美味しいやつを作っていきたいと思ってます。母の日だけとか父の日だけとかそういうのはやってます。そういうのってインスタとか見れば載ってたりする？見れます。はい、インスタで載っかっているので、今日だけ販売ですみたいなのをやってます。季節ごとにいろいろなオリジナルドーナツ作ってますので、ぜひ遊びに来てください。甘煮を作ってるんで、それを入れます。
々メニューもラインナップは変えてるんですよ。限定はもちろんその時期だけなんで変わるんですけど、定番の方も一応プレーン以外は全部そう入れ替えて。オーブンに入れます。心に甘い虹がかかりますようにっていうね、レインボーっていうね名前をつけました。インスタでバーって見てた時にここが出てきて、何このでっかいクレープって思ってお腹いっぱいです。満腹です。レインボーさんやったらまだ上行けるって言ってね、レインボーにしかないクレープをこれからも作ってほしいってね言われたのがすごい嬉しかったですね。これは嫁の知り合いの画家さんと一緒に自分らで描きました。はい、お願いします。はい。じゃあやりますね。
とは泡立て器ね。これやったらちょっとしんどいですけどね。いつもこれでやってます。はい。慣れましたか、こうやって取られるの。最初はなんかすごい緊張して焼いたりとかするときなんか手ブルブル。そう手ブルブルとかします。主人はね慣れてるんですよね。テレビ慣れっていうか。あ、そうなんですか。向こうだんじりでよう芸人さんがねよう着るんですよ。私はもう言われるがままにねそのまま喋ってるんですけど、主人はねうまいんですよ。私はやっぱ緊張します。一応こんな感じです。はい、これでできました。バナナすごい使うね。7色のカチャイマリは8本はいるよね。高いですけど、うちはいちごの時期が終わってもずっといちごを使ってます。夏は農家さんに直接送ってもらってるんで、はい。はい、これでいちご。これね、いつもバイトの子が書いてくれるんですけどね、よその地方やったらここに何々県からご来店いただきって書くんですよ。はい、これが結構持って帰る方多いですね。じゃあもうこんだけやったらいけるけど。7と1でお願いします。すごいですね、高さ。7色なんで4段になるんですよ。お客さんが食べた時にそこも詰まってるようにね。シェア食べるのですけど、中に4段入ってるっていう。一番大変なところなんで。はい。めっちゃ重そうですね。はい、結構重たいです。ここからまた乗せていきます。ホイップでね、一回全部隠すんですよ。これちょっとね、その上からやっていくんで。
嫁の試食を食べてる最中にさすがに朝昼晩と食べてたんで甘いのしんどくなってきたんでソースを変えてみようという実体験から一番合ったのが練乳でした甘いに甘いが一番合いました。僕は練乳が一番おすすめですもともとはここ祭りの部屋、祭りのシーズンが終わってから全部カーテンで商品隠して部屋にさせたんですよ。スタッフでみんな読むんですよ。今日こういう風に書いてくれてるねとかね、すごい楽しく読ませていただいてるんで。これは抹茶のケーキ。これは目になるとこで。お願いします。2つのクレープです。はい、どうぞ。私は今主人の名前書きました。もし告白する際はここにこうやってね、メガ盛りこうちょっと紙が綺麗にしますね。ちょっと今回急遽ハッピーバレンタイン。
普通のサイズでも他のとこはねこれだけになってるけど、うちはこっからまだ乗せるんで。最初で聞いた時に切ってインスタとか見てたらなんか大阪のグレープ特集とかでここなってて、わすごいと思って、すごい人気になってると思って、自分の見たところがすごいと思って。3人は初めてで、この人だけあ、そうなんですね。 2ヶ月連続で。あ、2ヶ月連続で、名古屋からすごい。じゃあ食べれる自信全然ある。あ、じゃあこっちからください。できました。後で生地1枚ください。大変お待たせしました。終わりになります。全どうぞ。然楽勝っすよ、こんなもん。楽の勝っすよ。うまいっすよね。デラウメーガや。なんでこんな名古屋弁出すね。いやいや、言わんでいいよ。そうそうそう。楽しい。はい。12番です。12番ね。大きいね。いくよ。あ、もうしよう。はいはいはい取って。前一回来たんですけど、時間営業前だったんかな。あ、そうなんですね。平日に来て。じゃあ今日リベンジですね。最高です。最高ですね。クリーム好きにはたまらんす。お待たせしました。すげえ。どうぞ。ありがとうございます。すげえ。めっちゃ重いっす。無限に生クリームが出てくる。スプーンですくってもすくっても見える先生クリームなんよ。素晴らしい。すごいね。やったぜ。お腹の具合はどうですか。お腹いっぱいです。はい、満腹です。まあまあです。ありがとうございます。めっちゃおしゃんミニコーヒー。おしゃん。寒いし温まるわ。インスタでバーって見てた時にここが出てきて、何このでっかいクレープって思って。インパクトすごいですよね。そうやのにそれを頼まずに普通のを頼むって。
クレープを見て幸せな気持ちになっていただけたらなっていう心に甘い虹がかかりますようにっていうね、レインボーっていうね名前をつけました。結婚したと同時にこのレインボーができました。はい。隣は僕が一応やってまして、横は嫁なんですけど、横の時は僕は従業員として買い出しからいろいろ外の用事までやっております。幅広く。反対にその主人がだんじりの忙しい時は私がだんじりの方をねお手伝いさせていただいて、レインボーさんやったらまだ上行けるって言ってね、レインボーにしかないクレープをこれからも作ってほしいってね言われたのがすごい嬉しかったですね。ありがとうございます。ありがとうございます。河内ブッセって小川さんが考えたの？それで八尾のお土産を作りたくて、それで八尾市でそういうコンテストがあって、あれ賞ももらってるから、これがやっぱり一番の人気商品ですね。河内ブッセ。枝豆味とかあるんですか？八尾はね、枝豆がね特産でね。大体うち全部シロップに使ってるから、これもお酒入ってるんで。そこまで綺麗にしなくて、この上にモンブランクリームを絞る。ある程度これが芯になる。これはね、プラリネパウダー、アーモンドとチョコレートが入っています。粉砂糖、モンブランという、ブランというのは白っていう意味だ。モンっていうのは山、白い山。マロングラッセを乗せて。これはアプリコットジャム。普通はみんなねこのまま使わはるんやけどね、うちはねみんなマリネするんです。そしたら味が抜群に変わります。
フルーツってやっぱりそれぞれ美味しいものと美味しくないものが熟してるか熟してないかで変わってくるので、シロップにつけるとかそこにお酒を入れるとかでやっぱり強調されてくるから味が均一化される。身がピュッとし引き締まる。いきますよ。河内ブッセって、小川さんが考えたんですか？それで八尾のお土産を作りたくて、それで八尾市でそういうコンテストがあって、あれ賞ももらってるから。
じの合わせてあげないとやっぱりずれちゃうのでね、こうやってね上と下が違うのになっちゃうと具合悪いんで。は
待ち伏せ食べたことあるんですか？あります。美味しいんで、結構バタークリーム美味しいんで。枝豆とかが変わってるじゃないですか。八尾って感じ、この地域のあれなんで。八尾の持っていくとびっくりしつつ、なんかみんな食べてます。はい、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。焼くんですよ、キャラメルにして。もう30年以上になるんですよ、店。これがもう最初からの定番でずっと続けてるので、いわゆる配合が変わってなくて、よそさんとどれぐらい違いがあるか知らないけど、うちのやり方でやってる商品なんです。普通のお店ってこれぐらいの焼き色加減しかないけど、うちはもっと今もう一回2回3回やるんですよ。これアプリコットの。
もしよう。すみません。失礼します。
拓也です。これこうしとくとくっついてよるんよ。いいですか。はい、どうぞ。ありがとうございます。絶対これなんか飛ばすよ、その毛にこれを飛ばしたら知らんで。砂糖入ってる。一人サイズぐらい。そうです、両方とも薄です。
これはなるほど、どこで水をってんねんって聞いたらやな。ランチをセットで頼まはった時のサービスのプチケーキやな。だからこんなに可愛いし。ちっちゃいでしょ。デザートは日替わりやから何出るかわかんない。今これ。今これ。日替わりで。お願いします。めっちゃ美味しそう。あれは
広い。そういう店に移るな。めっちゃ硬そうですね。めっちゃ硬い。いやでも分かるわ。言われた。時々ね喫茶店行させてもらったり、まあ近いから同級生みたいなもんよ。ここは美味しいですよ。はい。ありがとうございます。クリスマスマフィンをこれから、はい。
色は天然由来なので、ビーツを使って色を出してます。味の主張は少ないんですよね。分かる方は分かるんですけど、ここにちょっとストロベリーのエッセンスを足してるので、味はストロベリーの味に近いですね。3色目白ができます。モンブランは中にも一粒入ってて、上にも乗るので大満足な。名前同じですよね。どういう風に呼び分けるんですか？下の名前ですね。あ、やっぱ皆さんもそうなんですか？スタッフの方とか。スタッフは役職で呼びますね。ほい。戻り。リンゴのコンポートをキャラメリゼして、なんで少し炙ったものですね。はい。
焼き目をつけた後ちょっと寝かして、はい、専門学校があるので近くに、あと大学もあるので学生の方もちらほらいらっしゃいますけど、こうお店の前がガラス張りなので皆さん覗いてってください。綺麗に作れるとすごい嬉しいんですけど、見た目が一番こうお客さんが一番最初に見てこう食べたいって思うポイントだと思うので、綺麗なものを作ってそれを何個も再現していくっていうのがやっぱり今すごい難しくてまだまだです。あ、そうなんですね。のってその日の気温とかそういうので結構変わる？やっぱり違いますね。
白いですね、色が。白いです。やっぱりお米なので色は白いままで。そんなに変わらない。半分書いてもいいですか？ここに書いてあるので。きっちりしてるのが可愛いんですよ。お願いします。その前向いてたから良くないのかなと思って。
がとうございます。ありがとうございます。コーヒーとマフィンの生地、芯の部分があるんですけど、これをコーヒーの液と混ぜて作ってます。お疲れ様です。ブラウン使っていた。店で作ってるラズベリーのジャムです。赤ちゃんからお年寄りまで、楽しんでいただける体に優しい、パンとスイーツのお店です、とても美味しいのでぜひ遊びに来てください。
どこ食べてもいちごがちゃんと入っているようにって思って。うちの子めっちゃ好きなんですよこれ。昔はもっといっぱい数作ってたんですけど、もう今は種類増やして数減らしてでなくなったら追加。北海道産の夏美味しくないじゃないですか、いちご夏ってアメリカ産で探してたら、嫁さんの同級生が北海道でいちご農園しているって教えてくれて、全然やっぱ味も見た目も違うんだけど、業者さんからだったら普通に国産ですってなるけど、時期だけですけど、桃農家さんとかぶどう農家さんとかずっとじゃないですけど、直で
何々さんが作った何々ですみたいなので。モンブランのペーストも愛媛で働いてる時に食べに行ったお寿司屋さんのデザートで栗のやつが出てきて、でそこのが美味しいっていう話で調べたらこれにペーストがあるって言って。
フルーツミックスです。洋梨とかオレンジとか桃。
っしゃい。上がってましたね。
ぜひとも。いい感じです。溶かしなくて。下まで。熱いですか？熱いです。ちょっとだけアクセントで入れるレモンの自家製ジャムなんですけど。グラニューです。ちょっと製菓用の線にかけます。バターが溶けて全体が一つになるように。何度ぐらいになったら OK なんですか22度を目指します。なりました。こっちでまずメレンゲを立てて、シロップを今作っています。
これはそれぐらいの粘土のあるシロップを混ぜたから生きてるみたいねいい香り。可愛い子たちって感じですね。いや本当に可愛いです。可愛いですよね。そうなんですね。これは今作ってるのはアールグレイの茶葉がたっぷりのフィナンシェです。このフィナンシェの生地の特徴は発酵バターを使うことですかね。焼き上がりの香りが全然違ってきます。30g ずつ入れていくんですけど、調子がいい時と悪い時といっぺんに入れれる時とバチッて入る時と気が散ってるとダメです。タッチなんですね。フィナンシェの形って本当は金の延べ棒の型が四角い。そう、この形がすごい気に入ってて。毛って落葉樹。発酵バターです。
方またびっくりしましたすごい可愛い塊になったら出来上がりです。でこれで、1時間ぐらいは寝かせます。パートシュクレです。牛乳が100。固めにしてタルトの下に入っているカスタードのムースです。アーモンドクリームを入れます。カスタードクリームを多めにしたいので、こちらの土台はあんまりたくさんにしない、ジューシーに仕上げようと思います。黙々と作ってるのが今は楽しいですね。うまくやれるかな。
いい色が入ったのでそろそろいきます。OK。ちょっと冷ましますね。接触。あとはね、なんか完成です。ありがとうございます。これあげるから持って帰って。